いつお邪魔しても家がきれいに整っている人を見ると、毎日きちんと片付けているように感じますよね。けれど実はそんな人ほど頑張って片付けることよりもしないことを大切にしています。こんにちは。黄金の暮らし手帳です。先に答えを言うと、特別な収納用品も一度にたくさん捨てて体力や気力を使い切ることも必要ありません。今日はすっきりとした暮らしを目指しているけれど、なかなか片付けが楽にならなかった鈴木恵子さんの暮らしを通して、一度に100個捨てるより先に見直したい6つのやめる片付け習慣をお話しします。どれも気づかないうちに続けていることかもしれません。1つ目を意識すると、散らかりを翌日まで持ち越さなくなり、すっきりした部屋で気持ちよく朝を迎えられます。3つ目の習慣をやめると、物がむやみに増えず片付いた状態を保てるようになります。そして誰かのお手本に合わせて家中のものを無理に減らすことをやめると、今の自分に合った暮らし方を自然と選べるようになります。片付けてもすぐに元へ戻ってしまう、そんな風に感じるのは片付け方が間違っているからではありません。今まで何気なく続けてきたことを一つやめるだけでいいんです。この動画を最後まで見ていただけたら、何を頑張るかではなく、何をやめれば家が整いやすくなるのか、そのヒントがきっと見つかります。片付けに追われる毎日から散らかりにくく元へ戻しやすい暮らしへ、家にも気持ちにも心地よい余裕を取り戻すきっかけになれば嬉しいです。すっきり片付いた家で暮らすために最初にやめたいのは、物を置きっぱなしにする習慣です。そう聞くと、それができれば苦労しないのよという声が聞こえてきそうですよね。忙しい時や疲れている時には後で戻そうとついその場に置いてしまうものです。けれど置きっぱなしを見るたびに、まだ片付けていないという小さな宿題が心に残ります。だから本当にやめたいのは、物を置いてしまうことそのものではありません。後でまとめて片付けようと貯めてしまう習慣なんです。あなたも郵便物をテーブルの端に、買ってきた荷物をそのまま床に、脱いだ上着を椅子の背に、少しだけ置いたつもりのものが重なり、気づけばそこが定位置になっていることはありませんか？家の中にはそんなとりあえずが集まりやすい場所があるものです。以前の恵子さんの家にも、後で戻そうと置いたものが散らかりの種となってあちこちに残っていました。夕食の支度や洗濯をしているうちに、一日はあっという間に過ぎ、翌日には玄関からまた新しい郵便物や荷物が入ってきます。そこで恵子さんは後でまとめてやろうと片付けを大仕事にすることをやめました。お茶を入れに立つ時にはテーブルのコップを台所へ、寝室へ行く時には椅子にかけた上着をクローゼットへ戻す。わざわざ片付けの時間を作らず、自分が動くついでに目についたものを一つだけ片付けるようにしたんです。すると置きっぱなしのものがたまりにくくなり、翌朝も昨日の片付けを持ち越したような重さを感じなくなっていきました。家族のものまで自分一人で片付ける必要はありません。まずは自分のものだけ、そして家族とは玄関や床、テーブルなどみんなが使う場所だけは物を置いたままにしないことを一度話し合ってみましょう。家中をいつもきれいにしておかなくても、玄関が整っていれば気持ちよく出入りできます。床に物がなければ安心して歩けます。テーブルが空いていればすぐに食事をしたりお茶を飲んだりできます。玄関や床、テーブルの上など家族みんなが使う場所から、物の待合室ではなく
今の暮らしを心地よく過ごせる場所へ戻していきましょう。そして椅子やテーブルの上を片付けようとすると、置いていたものはとりあえず引き出しの中へ入れたくなりますよね。2つ目は、空いている収納に物を隠して片付けたことにしないことです。つまり収納でごまかさないことです。見えなくなればひとまず表面は片付いたように感じますよね。でもとりあえず入れた引き出しは本当にしまうべき場所でしょうか。実は物と一緒にこれをどこへ戻すのか、これからも使うのかという判断まで収納の奥へ先送りしていることがあります。空いている場所へ物をしまい続けていると、収納はどんどん埋まっていきます。すると毎日使うものまでいつの間にか戻しにくくなってしまうんです。恵子さんも以前は来客のたびに食卓や棚の上のものを空いている収納へひとまず移していました。ここなら入るからと食器棚へ詰め込むうちに、少しずつスペースに余裕がなくなっていきました。すると毎朝使うお盆もすっと戻せなくなり、どうせ毎日使うからと食卓の端へずっと置いたままに、気づけばその周りには新聞や薬、老眼鏡まで集まるようになっていました。恵子さんはお盆を片付けられないのは自分が面倒くさがりなのだと諦めていました。けれど戻せなかったのは性格ではなく、しまう場所に余裕がなかったからでした。収納の余白は何もない場所ではなく、使い終えたものをすっと戻すための大事な動きしろなんです。あなたの家にもしまう場所が物でいっぱいになり、よく使うものが出しっぱなしになっていませんか。収納がぎゅうぎゅうだと物が見つからない、取り出しにくい、そして元へ戻せない。その結果、毎日よく使うものほど出しっぱなしになり、テーブルや棚の上まで再び散らかっていくんです。収納を見直すときは、あといくつ入るかというものの量だけではなく、使ったものを無理なく戻せる空間があるかも目安にしてみてください。引き出しを開けるたびに、これもどうにかしなければと片付けに追われない、そんな余白がこれからの暮らしを楽にしてくれるんです。3つ目に見直したいのは、不便を感じるたびに新しいものを足す習慣です。100円ショップで収納用品を見ると、このカゴならあの棚にぴったりかもとつい手に取りたくなることはありませんか。切る手間を減らす調理器具、掃除を楽にする専用の道具、収納を増やすための仕切りやカゴ、便利になるはずだったものがいつの間にか棚や引き出しの奥で眠ってはいないでしょうか。これがあれば今より使いやすくなるかもしれない、そう思って迎えたものがいつの間にか出し入れや洗い物を増やしている。便利さを求めて足したはずのものがかえって毎日の負担を増やしていることもあるんです。恵子さんの台所にもみじん切りにする道具、皮を剥くための道具など調理の時短になるはずのものがいくつもありました。けれど取り出すのが面倒で、洗う部品も多く、結局はいつもの包丁で間に合わせていました。そのうち包丁やお玉を取り出すたびに道具同士がカチャカチャと当たり、使っていない道具を避けるようになりました。恵子さんは仕切りが足りないから使いにくいのねと新しい収納ケースを買おうとしました。けれど使いづらさの本当の原因は仕切りの少なさではなく、使っていない道具の多さでした。そこでよく使うものだけを手前に残し、ほとんど使わないものは一旦別の場所へ移しました。すると新しい仕切りを買わなくても包丁やお玉をすぐに取り出せるようになりました。
いつか使うかもと残していた道具も今の自分には必要ないと分かり、手放せるものが少しずつ見えてきたんです。家事を楽にしたくて選んだものも手間を減らしてくれる一方で、新たな手間を連れてくることもあります。だからすぐに買い足す前に、今あるものの何が使いづらいのか、やり方や置き場所を変えるだけで済まないか、他のもので代用できないか、一度見直してみるのも一つです。本当の便利さは、出して使って片付けるところまで無理なく続けられること。新しいものを迎えなくても、今のやり方から一つ手間を減らすことで楽になることもあるんです。とはいえ、新しいものを増やさないことと今の不便を我慢することは違います。4つ目に見直したいのは、小さな使いにくさを見過ごしてしまうことです。開けるたびにギギッと途中で止まる引き出し、奥のものを避けなければ取り出せない掃除道具、手を伸ばしても届きにくい棚、一つ一つは少し我慢すればまだ使えると思うほど小さな不便かもしれません。けれど使いにくさに自分を合わせ続けると、家事をする気力まで少しずつ奪われてしまうんです。片付かない場所には片付けにくい理由があります。恵子さんも手前のものを避けなければ取り出せない掃除機を、私がもう少し器用に動けばいいのよと思いながら使っていました。けれど疲れている日には出すのも戻すのも面倒になり、ついリビングの隅に置いたままに、その度に前はできていたのにと自分を責めていました。でも恵子さんが面倒くさがりになったわけではありません。今の恵子さんには出して戻すまでの手順が多すぎただけでした。出しっぱなしのものはここへ戻すのは大変ですと教えてくれる合図でもあるからです。そこで掃除機をすぐ取り出せる場所へ移し、毎日使うものも片手で戻せる浅いカゴへ。すると出しっぱなしが自然と減っていきました。片付ける気力を取り戻したのではありません。今の自分の動きに合わせて片付けに使う気力を減らしたんです。あなたの家にも同じものが何度も出したままになる場所はありませんか？それは片付ける気持ちが足りないのではなく、元の場所へ収めるまでの手間に原因があるかもしれません。蓋を開けたり、手前のものをどけないと戻せない、置き場所が細かく分かれすぎている、思い当たる場所があれば使う場所から遠すぎないか、しまうまでの動作が多すぎないか、今の自分に無理のない高さか、この3つを確かめてみてください。物の住所はただ決めるだけではなく、そこまでの帰り道も大切です。蓋を外したり、重ねずに置いたり、使う場所の近くへ移したり、ほんの一つ手間を減らすだけでも自然と手が動く収納に変わっていきます。きれいに収めることより、疲れている日にもさっと片付けられること、収納を今の自分の動きに合わせることが家を整えていくための前向きな片付けなんです。5つ目は、片付けを一気に終わらせる大仕事にしないことです。押し入れも整えたい、食器棚も見直したい、せっかく始めるなら気になるところを全部片付けてしまいたい、そう思って一度にたくさんのものを出すうちに途中で疲れてしまったことはありませんか？恵子さんも以前押し入れを1日で片付けようとしたことがありました。布団や段ボール、紙袋や季節の飾りを次々と取り出し、今日中にすっきりさせようと思ったんです。初めのうちは古いシーツや使わない収納ケースを順調に分けていました。けれど奥から出てきた箱を開けると手が止まりました。子供が小さかった頃の写真、家族との思い出の品、
一つ手に取るたびに、これはどうしようと迷う時間が長くなっていきました。気づけばもう午後です。何度も立ったり座ったりして腰にも疲れが溜まっていました。それでも取り出したものはまだ広がったままです。焦った恵子さんはとりあえず見なかったことにしようと結局取り出したものを押し入れへ戻してしまいました。1日かけたのに残ったのは少し片付けた満足よりも1日仕事を終えたような疲れでした。片付けはただ物を動かすだけではありません。物を出したり運んだりする体力、そして残すのか手放すのかどこへ戻すのかを一つずつ決める気力。思っている以上に体力と気力の両方を使う作業なんです。大切なのは一度にたくさん進めることではなく、体も心も疲れる前に出したものをきちんと戻せるところで終えることなんです。汚れや散らかりも小さなうちにこまめに対処すれば軽い力で終えられます。部屋を移動するときに一つだけ元の場所へ戻す。玄関の靴を揃えたり、シンクの汚れを一拭きする。それだけでも後で片付ける負担を軽くしておけます。始めるときは今日はどこまで片付けられるだろうではなく、どの範囲までなら最後まで見直せるだろうと先に終わりを決めておきましょう。今日は15分だけ、この紙袋だけ、引き出し1段だけ、無理なく終えられる範囲を少しずつ繰り返す。その積み重ねが片付けを気合のいる大仕事から暮らしの中で続けられる習慣へ変えていくんです。6つ目にやめたいのは誰かの正解に自分を合わせることです。片付けの本やきれいに整った部屋を見て、私の家もこうしなくてはと思っていませんか？持ち物を厳選したすっきりとした暮らし、美しく揃った棚、どれも素敵に見えるからこそ同じようにできないと、もっと工夫しなくてはと自分を責めてしまうことがあります。けれど努力やセンスが足りないわけではありません。その方法が今のあなたや家族に合っていないだけなんです。以前なら1日で終えられた片付けに何日もかかったり、疲れが翌日まで残ったり、暮らしも体も少しずつ変わっていきます。昔の自分の基準や誰かの正解に合わせれば片付けるほど苦しくなってしまいます。だから変えるべきなのは自分ではなく片付け方の方なんです。毎日の片付けの中で使いにくいけれどこういうものかと我慢を重ねていないでしょうか。私自身も本を真似て棚を細かく仕切ったり、見た目を揃えるために中身が見えない収納ケースを買い揃えたことがありました。きれいに整った棚を見て、これで私も片付け上手になれると思ったんです。けれど物を使うたびにケースを引き出し、蓋を開け使い終わるとまたカチッと閉めて戻す。そのひと手間がだんだん面倒になりました。家族からもこれはどこへ戻すのと何度も聞かれるようになりました。きれいに整えたはずが以前よりも片付けに追われていたんです。片付け方は今の体に合わせて仕立て直す洋服のようなものです。見た目が美しい収納と自分や家族が無理なく続けられる収納は同じではありません。誰かの暮らしはヒントにはなっても正解ではないんです。家族の人数も体力も心地よいものの量も人それぞれです。何もない部屋が落ち着く人もいれば、たくさんの好きなものに囲まれている方がほっとする人もいます。よく使うものは腰を曲げずに取れる高さへ移す。細かな分類はやめて誰にでも分かりやすい収納に変える。心が和む飾りや大切なコレクションも暮らしを圧迫していないなら無理に手放す必要はありません。
片付いた家とは、物が少ない家でも見栄えが揃った家でもありません。誰かの正解ではなく、今の自分たちにとってのちょうどいいを選ぶ。それは手を抜くことではありません。今の暮らしに合う方法へ片付け方を選び直すことなんです。あなたの家が片付けるたびに使いやすく優しい家になっていきますように。最後までご一緒いただきありがとうございました。